今回は大人気好評アニメのリコリス・リコールの外伝小説オーディナリー・デイズについて話していきます。話の流れやアニメ版では明かされていない情報などについて話すのでネタバレ注意となっております。また小説が興味なくて情報だけが知りたいっていう人向けても後半の方でまとめております。はじめに原作者の浅浦さん曰くお菓子のバラエティパックのような話です。イラスト挿絵はイミギムルさん。この美術部には問題があるで知ってる人もねいると思います。浅浦さん曰く締め切りがとても短かったと後書きの方で書かれていました。続いてオーディナリーデイズの時系列について話していきます。目次がこんな感じになっているんですが、イントロダクション1からアウトロダクションまで外伝では珍しく話数ごとに時系列が進行していくパターンになっています。オーディナリーデイズに書かれている話がアニメ本編のどのくらいの時系列に当たるかというと、くるみが喫茶リコリコに来てから夏本番までになります。根拠としてはくるみが初めから最後までいるということと、アウトロダクションの方で夏でとにかく暑いという描写があるところです。イントロダクション1、徳田という雑誌ライターが喫茶リコリコを掲載していいかミカに交渉します。ですが当然断ります。アニメ版では分かりづらかったんですけども、喫茶リコリコがカフェの中では異質であるというところがここでは分かります。和菓子にコーヒー、コンカフェのような衣装、従業員が全員女の子。水木に至っては水商売上がりの女という風に言われています。和菓子とコーヒーの食べ合わせの描写がとてもリアルです。モナカとアメリカンブレンドについてなんですけども、食べたことないのに描写だけでなんとなくわかります。なんか参考にしたなら実際に食べたいなって思います。この小説ではですね、この甘い和菓子と苦いコーヒーの調和っていうのがたびたび出てくるんですけども、ここでは喫茶リコリコの昼は小さな喫茶店だけども夜は治安維持を行う組織っていうのがね対になってるところでねセンスを感じました。本編の出てない情報としてはくるみが英語喋れるというところと個人情報を特定できるというところですね。まっとうな納税者は調べやすいと言っていたので、もしかしたら税務署の情報とかぶっこ抜けるのかもしれません。第1話、閉じゆく人生にスイーツを。50代土井さんがリコリコに通うようになります。仕事を退職しやることがなく、ひたすら暗い顔でカウンターでコーヒーだけを頼み飲んでいました。そんな土井さんに滝名が気をかけます。それを見た千里が滝名が土井さんを好きになっているっていう風に思い始めます。どう見てもそんなわけはないと思うんですけども、千里の強引な誘いで滝名と土井さん、それと千里の3人で外に出歩くようになります。普通ね、土井さんぐらいのその50代で10代の滝名を好きになるとは考えづらいんですけども、普段すまし顔でいる滝名の顔にはっきりと笑顔が浮かぶ。少しばかりの恥じらい、白い肌だからこそできる頬の種、女の子ができる最高の表情。滝名が可愛いのは一旦置いておいて、これって土井さんの視点なのか、それとも浅浦さんの神視点なのか、どっちかちょっと曖昧なんですよね。たまにナレーションみたいなので土井さんが入ってくるので、ここはね疑惑ですよね。いろいろあったんですけども、滝名が土井さんに積極的に話していた理由っていうのが、いつも暗い顔してコーヒーだけ頼んで何時間も居座るっていうところで客単価が悪かったからだそうです。でもね、土井さんっていうのは生きることに対してポジティブになっていきます。ただ苦いコーヒーだけでもなく、甘味もねちゃんと注文して食べるようになります。それにとどまらず土井さんは行ってみたい街が本当はあったり、食べてみたいスイーツ、そういうのがあったりしました。なので残りの人生にとらわれずもっと自由に生きてみよう、楽しいことをしてみようという気持ちに変わってこの話は終わります。争いなく誰かを救う話になります。もしかしたら千里だからできた話なのかもしれません。第2話、ガンファイトとコーヒーと千里の赤いあれ、ブルドッグと呼ばれる裏組織の人間とアジア人と呼ばれる雇い主、その2人を滝名、千里、くるみでどうにかしようという話になってます。ここでの情報は吹きですね。滝名がそういえばみたいな感じで回想しているシーンで、吹きは小柄で機動力を生かして大柄な男性に対してアドバンテージが取れるという描写があります。リコリスのセカンド数十人に囲まれても圧勝していたそうです。そこからしばらくは裏でゴキブリと呼ばれていました。リコリスのファースト昇格試験にもしかすると個で集団の戦闘員を制圧できるというのがあるのかもしれません。第3話、滝夏クッキング。滝名プロテイン事件というのが発生します。滝名がリコリコ昼食のまかないで全員分のプロテインとシェイカーを出してくるというものです。
滝名が前回のまかないで準備が長く、水木に怒られてしまったのが原因です。千里が気分転換にと、滝名と寿司屋で海鮮丼を食べたり頑張るんですけども、なかなかうまくいきません。滝名は自分が器用であるという自信を持っているので、だんだんと不機嫌になっていきます。迷った末に滝名はレシピを見ながら卵焼き、ウインナー、おにぎりを作ります。ですが失敗。卵焼きは茶色いスクランブルエッグもどきになり、おにぎりは不格好になってしまいます。千里、すっごく美味しい。思わず息が詰まった。千里の表情、言葉、雰囲気。それらは滝名の全てを受け入れ、その上で優しく抱きしめてくれるような、そんな、なんとも言えず悔しくて、恥ずかしくて。千里はずるい。こういう感じでね、抜粋とかはしたんですけど、非常にいい終わり方になってます。話は変わるんですけど、滝名って千里のことでしか心動いてないですよね。TA 本部で業務をするっていうところが夢だったんですけど、リコリコに来てからは本当に千里のことでしか心が動いてなくてですね。これユリだからとかじゃなくて、普通に好きですよね、これ。第4話、リコリコ・オブ・ザ・デッド。ゾンビが出てくる世界で、千里と滝名がイチャイチャします。で、これネタバレありって言ってるんで言っちゃうんですけど、これ滝名の夢なんですよね。滝名の夢の中で千里とイチャイチャするっていうのはどういうことかわかりますか、これ。どう考えても、これ滝名が千里となんかずっと一緒にいたりとか、もうそういう感じですよね、これ。イチャイチャって言っても、なんかそういうエッチなシーンとかではなくて、このままどこか二人で遠くに行こうか、みたいなことを言い出すってことですね。滝名はしっかりしてるキャラクターとして描かれてるんですけども、夢の中の千里を見る限りでは、DA とか任務とかも全部ほっぽり出して、どっかに行きたいっていう本音みたいなのが見えましたね。第5話、ご注文はになります。多分ね、オーディナリーデイズのメインになります。好きなのでね、ここをどうにか映像化してほしいです。カナと呼ばれる女子中学生の話です。喫茶リコリコに不定期で来ては、ボードゲーム大会に参加しています。ボードゲの連中から埼玉県中学校の制服であるっていうところがバレて、なんでわざわざ東京の錦糸町にある喫茶リコリコに通ってるんだっていうところで疑問に持たれます。カナの家庭環境的には母が蒸発しています。父は再婚相手なのか彼女なのか、新しいお母さんみたいなのがいて、できるだけ家には帰りたくないと言っています。学校ではいじめにあっており、クラスで無視をされています。第5話に登場する人物として、溝隠し瑠璃が出てきます。名前がもう悪役のそれなんですけども、カナをいじめる一人で、実家が太く美人です。ある日、カナが瑠璃から東京での遊びに誘われます。瑠璃は更衣室で着替えるカナを盗撮してネットにさらすと脅しました。これを受けてしぶしぶカナは瑠璃と東京へ行きます。そこで怪しげなビルの一角に通されます。瑠璃の彼氏を名乗る男に高級ハーブティーを出されますが、リコリコのために貯めた金でなんとか撤退します。そのビルでの帰り際、男性に制服をまさぐられている女子中学生というのを見ます。これ見てね、売春斡旋してんだなっていうのが大体わかります。その後、瑠璃が彼氏にお前が初めてのふりして客の相手をしろというシーンがありました。後日熱血教師の石原という男がカナの盗撮画像を認知していました。生徒指導室に通され体を売っているのかと疑われます。ここでカナは本気で否定するんですけども、普段静かな子が本気で否定すると、それはそれでやってるっぽくなります。ここで熱血教師がカナに買収を持ちかけます。カナが大声を出そうとしたところ、熱血教師の手が口を塞いだので指を噛みちぎります。いよいよ熱血教師もマジ切れするんですが、カナはここで銃を取り出します。この銃っていうのが数週間前にカナにバレないように千里と滝名がわざと落としたものです。発砲しようとしたところ突然警報が鳴り、銃を撃たずになんとかなります。熱血教師にこの話を持ちかけたのは瑠璃であり、カナは拾った銃で瑠璃を殺そうという風に考えます。別日、拾った銃で瑠璃を撃とうと構えるが、トリガーがなかなか引けません。殺せないならと思って自殺をしようとしたんですが、実弾ではなく必殺傷弾が入っていたため死ぬには至りませんでした。これからどうしようかと考えていると、喫茶リコリコのコーヒーずと無料券がスマホの裏にあると気づきます。10秒くらいで書かれた手書きの無料券。それを持ってカナは喫茶リコリコへと向かいます。喫茶リコリコには千里だけ。カナはくしゃくしゃのコーヒーセットの無料券を千里に渡してコーヒーを飲みます。体の力が抜けていくほどにホッとする。千里はにっこりと微笑んだ。気づいた。コーヒーセットの無料券。だからもう一つ注文 OK なんだ。どんなものでもね。カナは千里を見る。どんなものでも。そう。さあ、カナちゃん。オーダーは？カナは震える声で言った。助けて。
かなり抜粋したんですけど、最後はこんな感じの空気感でめっちゃ好きなんですよね。本当はもっとね、浅浦さんのその表現みたいなのがめちゃめちゃいいんですけども、抜粋でこんな感じの雰囲気だけでも伝わってくれたらなって思います。ここから事件解決までいく話になります。裏組織は絡んでいないようなので、この後はあっさりと終わります。スケールは確かに大きくないんですけども、個人的にはこういう話とても好きです。マジで映像で見たい。最後のアウトロとボーナストラックなんですけども、この辺本当に日常って感じですね。雑誌のモデルっぽいことをやるんですけども、イミギムルさんのね、挿絵が非常に良かったです。最後に分かったことについてです。くるみはね、英語を喋れるっていうところと、大体の個人情報はぶっこ抜けます。で、フキは小柄なんですけども、大柄男性に対してはアドバンテージが取れます。リコリスのセカンドに数十人囲まれても圧勝っていうことで、裏でゴキブリって呼ばれてました。あと分かんなかったのはくるみの年齢ですね。大人組とまとめられている時にくるみもいたんですけど、この辺を12話と追加コンテンツに期待ですね。最後にね、非常に面白かったので、皆さんこの小説ね、買ってください。アニオリなので、ここで売り上げが良ければ、もしかしたら2期とか相当早く作れるかもしれません。以上、チャンネル登録お願いします。